このズッキーニから水分がしっかり出た状態でズッキーニひっくり返していきます。うわー、すごい美味しそうな色ついてますよ。はい、こんにちは、シェフのハーベイです。今日はズッキーニのステーキをやっていきます。はい、それでは材料紹介です。ズッキーニ、バジル、パスタタイポモドーロ、ニンニク、ペコリーノチーズ、オリーブオイルです。はい、それでは今日は今の季節美味しいズッキーニのステーキを作っていくんですけど、ズッキーニって今や結構スーパーとかに売られてるので、皆さん慣れ親しんだ食材の一つになってきたかなとは思うんですけど、なんか焼いて食べてみたりとかラタトゥイユに入れてみたりとかっていうのはあると思うんですけど、実際美味しいズッキーニって結構まだまだ知られてないと思うんですよ。そんな中ですね、僕イタリア料理でズッキーニって本当にたくさん使ってきた料理してきたんですけど、そんな僕らからこそできるシンプルなステーキをこれから早速作っていきます。まずはズッキーニを半割りにしていきます。ズッキーニの表面にきれいに切り込みを入れていくんですけど、ここで大切なのはズッキーニの端の部分は貫通させないで、あくまでも水分を抜けやすいようにズッキーニの底まで包丁を入れることが大事です。なので、理想なのは小さなペティナイフとかがあると便利です。でズッキーニは焼いていく時のこの表面上の余分な水分を抜いてうまみを引き上げていきたいので、ここでポイントなのはですね、この切れ込み入ったと思うんですけど、ここに塩をまんべんなくまぶしていきます。ちょっとこの切れ込みの間にも入れてあげるイメージですね。でこのまんべんなく振った状態で、理想は20分ぐらいですね置いてください。そうするとズッキーニから余分な水分が一気に出るので、この状態で脱水をさせていきます。で今ズッキーニを脱水させているところなんですけど、この料理ってもうシンプルなのでザ・イタリア料理って感じで、オリーブオイルで焼くだけで本当に美味しい料理にはなっているんですけど、ちょっと料理好きの方とかですね、一皿のクオリティを完成度を上げたいっていう方はですね、ちょっとトマトソースを敷いたりすると美味しいので、今日はですね軽く簡単に作れるようなトマトソースを作っていきます。はい、まずは先ほど切ったニンニク、あとはオリーブオイルと、でちょっとバジルとか少量あるといいので、今日はこの葉は仕上げに入れて、この茎の部分一緒に入れて火にかけていきます。でこれは最初いつも同じですね、ニンニクとこのバジルの茎の香りをじっくり出していきたいので、ここでもう 3,4 分ぐらいですねじっくり加熱していきます。で今温度が上がってニンニクとバジルの茎から水分が出てきたので、ここまで来たら弱火のものをさらにごく弱火にしてあげるぐらいのイメージでじっくりと、でたまにこう混ぜると中の温度を均等にできるので、きれいに全体的に色もつけることができます。で今水分がしっかり飛んできて香りがしっかり立ったので、ここでパスタータ入ります。パスタータが入ったら1回沸かします。で塩を1つまみ入れて、で今1回沸いてごく弱火でこう炊いてるところなんですけど、ホールトマトとかカットトマトと違ってパスタタイポモドーロはもうこされて加熱軽くされて売られてるので水っぽさはないんですよね。なので 2,3 分加熱しただけでパスタタイポモドーロのこのトマトソースというのは十分美味しいんですけど、今日はあくまでも野菜料理、ズッキーニの料理なので、野菜料理をやる場合は基本的に野菜って水分がすごく多いので、そこにシャバめのソースだとちょっとバランスが悪くなってしまうんですよ。だから今日の料理は野菜だからこそソースは煮詰めたぐらいのしっかりとした濃度のものを敷いてあげると美味しいっていうような感じになります。はい、それでは今結構煮詰まってきて数分炊いた状態なんですけど、ソースのこの仕上がりの目安ですね、これは今ちょっとマグマみたいにプク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 って出てきてますよね。これが余分な水分が飛んでソースが煮詰まってる証拠なんですよ。ここまでいったら火を切ります。で最後にこう混ぜ合わせると結構しっかり重めの濃度のソースになります。
ちょっとボタッといくようなこんな感じですね。でここにもうこのソースだけでも本当に美味しい状態にはなってるんですけど、さっきのバジルの葉の部分ちょっと最後入れて、でこれはズッキーニの色とイタリア料理ということで、バジルをちょっと加えておきます。はい、これでソースができたのでズッキーニを拭き取っていきます。はい、それでは今ズッキーニが20分ほど経った状態なんですけど、もう表面にですね水分がしっかり出てきて汗かいている状態です。そしたらこの水分を抜いていきたいのでズッキーニ立てます。でズッキーニを立てるとですね、もうすごい量の水分が出てるんですよ。でここを周りを貫通させなかったのは理由があって、ここで両端をさらにこう押していきます。そうすると見てください、このズッキーニから水分がしっかり出た状態、これをやってあげるとですね、もうズッキーニのうまみ爆発な状態になるので、この両端をこのように、で今ズッキーニ水分を抜いていったんですけど、見てください、こんなに水分出るんですよ。で表面の水分を抜いたので、あとはペーパーで一つ一つこう水分を取る。はい、それではこれでスタンバイできたので焼いていきます。はい、それでは早速火をつけて焼いていきます。でこのズッキーニのステーキはですね、ちょっといつもよりオリーブオイルを多めに入れた方がやっぱり揚げ焼き状態が作れるので美味しいです。で今これが水分を抜いた状態で、水分を抜いた時に塩結構多めにやったと思うんですけど、これ水分と一緒に洗い流されてるんでズッキーニ味まだついていない状態だと思ってください。なのでここでもう一回塩するとですね、ちょうどステーキ食べてるっていう状態になるので、ここまで。あとはステーキなのでちょっと塩コショウのコショウちょっとで今こっちにやりました。そしたら焼いていきます。でこの表面を下にして、でまずはこの状態でズッキーニから音が出るまで、中火ぐらいで火を入れていきます。で表面上には塩をしていったんですけど、こっちの裏側にはしてないので、こっちもねちょっと塩します。塩して、であとはもう軽く焼いていくだけなので、ステーキとかと違って野菜なのでそんな難しく考えることはないです。で今温度が上がってきました。そしたら1回ですねひっくり返します。1回ひっくり返す。で裏面も塩をしたので塩も一緒にちょっと焼いてあげるイメージで焼きました。そしたらもう一回返して、で今ひっくり返してこの表面焼いてます。でちょっと中火のままですね、これぐらいの状態をキープで重しをしながら焼いてあげることによって、やっぱ塩をしてちょっと表面が沈んだ状態になってるんですよ。だからちょっと重しのようなもので押してあげると綺麗な焼き目がつくので、この状態でもう5分ぐらいですかね、加熱していきます。はい、それでは今5分ほど蓋をしたところなんですけど、でズッキーニひっくり返していきます。うわー、すごい美味しそうな色ついてますよ。いやー最高の状態ですね。で今もう表面は美味しそうな焼き色、ステーキのようなしっかりした焼き色がついたので、あと裏面はもう僕も軽くでいいと思うんですよ。でズッキーニっていうのは生食もできるぐらいのお野菜なので、ちょっと、柔らかいのが好きな方はこっからオーブンに入れて加熱するっていうやり方をするんですけど、僕が今日おすすめしてるのはもう表面軽くさっとです。これはしっかりと浸透圧で20分ぐらいマリネしてるので、もう生でも美味しい状態が作れるので、この軽くですね裏面焼いたらもうこれで盛り付けですね。で裏面の状態はもう別に焼き色とかつける必要ないですね。この
生とあんまり変わんない状態で、裏面2分ぐらい焼いたらもうこれで盛り付け焼いていきます。はい、これでズッキーニのステーキ完成です。はい、いただきます。うわー、うまそう。皆さんこれはもう本当に最高に美味しいですね。僕今日仕上げにペコリーノロマンのチーズが個人的に好きなのでかけたんですけど、これは全然パルミジャーノでもグラーナでも粉チーズでもやってもどれでも美味しいので、ちょっとチーズかけるっていうのをやってみてください。で僕今日冒頭で美味しいズッキーニってあんまり知られていないって話したと思うんですけど、ズッキーニってキュウリに似てるからキュウリ科の野菜なんじゃないのって思ってる方すごく多いんですけど、実はかぼちゃ科の野菜なので、長時間じっくりと加熱するとですね、ほっくりとしたような甘みがあるんですよ。だからそういう感じでちょっとかぼちゃに似てるなっていう感じがすると、美味しいズッキーニの料理っていう感じではありますね。はい、ごちそうさまです。今日のズッキーニの料理なんですけど、本当にシンプルなザ・イタリア料理って感じではあるんですけど、焼くだけで本当に美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。